皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは原子相対積 ALD 装置を開発し、最先端の研究開発を支援しています。本日は ALD による浸水性、疎水性の制御メカニズム、材料別の特性について徹底解説していきます。水に馴染むか弾くか、この単純な性質が医療、そして光学デバイスの性能を左右する重要なポイントなんです。ぜひ最後までご視聴ください。まず、濡れ性とは何でしょうか。これは液体が固体表面にどう広がるかを示す性質です。浸水性は水に馴染む性質です。表面に極性基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基などが多く存在する場合、水分子との水素結合やイオン結合を形成しやすく、濡れ広がりやすい性質になります。一方、疎水性は水を弾く性質です。表面が非極性基、メチル基、トリフルオロメチル基などで覆われている場合、水分子は結合しにくく、水滴が丸く弾かれます。フライパンのテフロン加工をイメージすると分かりやすいですね。表面の濡れ性は、水滴と表面が作る角度、接触角、コンタクトアングルで評価します。水滴を固体表面に落とした時の角度が25度以下なら浸水性、90度以上なら疎水性、150度以上なら超疎水性と分類されます。ALD、アトミックレイヤーデポジションは、全躯体ガス、プリカーサガスを交互に供給し、化学反応によって原子1層ずつ堆積する技術です。この濡れ性を ALD でどう操るのか。ALD は各反応が自己停止的、セルフリミッティング的に進むため、膜圧だけではなく表面の化学的な性質、つまり濡れ性まで制御できる可能性があります。ALD の成膜プロセスで浸水性、疎水性を変化させる要因は主に2つあります。1つ目は成膜材料の種類です。シンプルに酸化物系は浸水性、有機フッ化物系は疎水性を示す傾向があります。2つ目に表面集端器があります。表面がヒドロキシル基で終われば水との結合がしやすく浸水性に。一方、トリフルオロメチル基のような非極性基で終われば水を弾く疎水性になります。つまり ALD は材料、表面集端器という2つの要素を組み合わせることで原子層単位で濡れ性をデザインできる可能性を秘めています。では実際にどんな材料が使われているのか具体例を見ていきましょう。酸化アルミニウムは形成後に表面がヒドロキシル基で覆われるため高い浸水性を示します。また酸化チタンは光触媒作用によって紫外線を当てるだけで超浸水性を示すことが知られています。一方、有機フッ素系の ALD 膜は表面がトリフルオロメチル基で覆われるため極めて疎水性が高く接触角が100度を超えることもあると言われています。さて、この濡れ性コントロールが実際どんなメリットをもたらすのか、具体的な応用例を見ていきましょう。一つ目に医療デバイスがあります。細胞や血液が触れる表面の濡れ性はインプラントやバイオチップの性能に影響します。ALD で表面を浸水化すると細胞がつきやすくなる傾向があります。疎水性などの表面介質はタンパク質の余分な付着を抑える効果があることも研究されています。こうした表面特性の制御は現在も研究開発が進められています。また、レンズやディスプレイに水滴や汚れがつくのを防ぐため ALD を使った汚れ防止、曇り防止膜の研究も進められています。例えば、ガラスに薄い ALD 膜を作ってその上にナノ構造を加えると水を弾きつつ光の反射も抑えられることが報告されています。また、ALD で作った透明な薄膜は光を通しながら表面の濡れ性を調節できる可能性もあります。こうした技術は今も研究開発が進められています。最後にまとめです。
ALD は単に薄膜を作るだけではなく、浸水性、疎水性という表面の機能を原子レベルでデザインできる革新的な技術です。菅製作所では、お客様の個別のご要望に合わせた ALD 装置のカスタマイズや、友情でのテスト製膜を受けたまわっています。ALD の膜を評価したい、研究に必要なので1枚だけ製膜したい、などのご要望に対応も可能です。ぜひご活用ください。この動画が皆さんの新しい発見につながれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。もし役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。